午前4時、まだ真っ暗なタイの田舎町の空に突如として4発の銃声が鳴り響くんです。はい。いきなりかなり物々しい雰囲気ですよね。それが数十万人が押し寄せる狂乱の祭りの合図なんです。ようこそタイブログレディオへ。もしあなたが単なるお祭り騒ぎではなくて、深い信仰心と爆発的なエネルギーが混ざり合う場所を探しているなら、今回のテーマは本当にぴったりです。そうですね。暗闇の中の銃声から始まる祭りなんて、世界中を探してもそうそうあるものじゃありませんからね。人間の持つ根源的なエネルギーみたいなものがこれほど生々しく視覚化される空間っていうのは本当に稀だと思いますよ。今回私たちが深掘りしていくのは、タイ北東部ルーイ県のダンサイ郡で開催される世界で唯一の奇祭、ピーターコン祭り、別名ブンルワン伝統祭です。ピーターコンダンサイจังหวัดเลยกับพิธีกรหลักนะครับ。提供された資料を追いかけていくと、ただの派手な仮装行列という言葉では到底片付けられないとんでもない熱量が見えてきました。情報を整理して、ここから何が本当に面白いのかを紐解いていきましょうか。はい、よろしくお願いします。この祭りを読み解く上で最初にぜひ頭に入れておきたいのが、これがダンサイの人々にとってのアイデンティティそのものだということなんですよ。アイデンティティですか。単なる視覚的なエンターテインメントではないということですね。自然と共生する農耕社会の切実な祈りとか、コミュニティの生命力が見事に凝縮された非常に重要な背景を持つ儀式なんです。なるほど。ではまずはその圧倒的なスケール感と、そこに参加するための現実的なハードルの話からさせてください。というのも、この小さな町に数十万人が押し寄せるわけですから、当然宿泊事情はとんでもないことになるんですよね。そうなんですよ。普段は静かな山の町が本当に一瞬にして巨大なフェスティバル会場に変わってしまうわけですから、インフラへの負荷は相乗節物があります。資料を見ていて驚いたんですが、リムターンダンサイホームステイという川や山の景色が綺麗な素晴らしい宿があるんです。でもそんな宿はあっという間に満室になってしまう。他のリゾートやホテルも全て埋まる。じゃあ溢れた人たちはどうすると思いますか？まあ普通なら諦めて別の町に泊まるか日帰りにするかですよね。なんと自分でテントを持ち込んで、宿の敷地内とか誰かの家の庭に200バーツくらいで張らせてもらうんですよ。200バーツというと日本円で数百円程度ですね。なんというか、宿の部屋が取れなくてもどうしてもその空間に身を置きたいという人々の執念みたいなものを感じますね。本当に執念ですよ。実際タイ国内からだけでなく、アメリカ人 YouTuber のアダム氏のような外国人観光客もこぞって訪れる国際的な現象になっていますからね。これ感覚としては超人気バンドの最前列チケットを取るようなものだなって思ったんです。なるほど。熱狂の中心に行きたいという。ただ豪華なホテルじゃなくて、誰かの庭にテントを張って、そこで出会った黒くて太った可愛い猫と一緒に夜を過ごすことになるわけですがそれはそれで楽しそうですけどね。ただのフェスの VIP チケットと少し違うのは、彼らが単なる観客としてエンターテインメントを消費しに行っているわけではないという点ですね。と言いますと？つまり不便な思いをしてでもその熱狂の渦の一部になりたいという、ある種の巡礼のような側面があるんですよ。巡礼ですか。確かに車で行くにしても、会場周辺の空き地駐車場は100バーツで満車状態で、ひどい渋滞を抜けていかなければならない。それでも人々がわざわざテントに泊まってまで集まる理由の一つに、祭りの始まりがとんでもなく早い時間だということがあるんですよね。そうですね。ここからがいよいよ祭りの本質に関わってきます。ホームの日、または集結の日と呼ばれる祭りの初日の朝ですね。これを聞いているあなたも想像してみてください。初の日の朝、まだ真っ暗な午前4時6分、ポンチャイジェラというお寺の前に人々が集まっています。そこで突然、蔵に向けて4方向に銃声が放たれ、祭りの開始が宣言されるんです。お祭りって普通もっと明るい時間帯に音楽とともに始まるものじゃないですか。非常にドラマチックで少し物々しい幕開けですよね。でもこれには極めて実践的な理由があるんですよ。実践的な理由ですか？はい。この時バラモンと呼ばれる司祭たちによってプラウパクット焼成式という儀式が行われます。プラウパクットというのは仏教の伝説において悪魔を解け、祭りの邪魔をさせない強大な力を持つとされる存在なんですよ。つまり
お寺にその強大な存在を呼び出しているということですか？その通りです。これから数十万人が集まり、狂乱な祭りが始まるわけですよね。その前に祭りを無事に成功させ、人々の幸福とか繁栄を守るために彼を寺院に迎え入れる必要があるんです。なるほど。十世で開始を告げた後、お寺の周りを3周して、この強力の守護者を招き入れるという非常に神聖で厳格なプロセスを踏むんです。ちょっと待ってください。それって要するに何十万人も集まる巨大なパーティーを始める前に、まずは超強力な霊的用心棒、いわばスピリチュアルバウンサーを雇って入り口に立たせているってことですか？スピリチュアルバウンサーはは、それはすごく面白い表現ですが、機能としてはまさにその通りですね。彼らはただ騒ぎたいわけじゃないんです。悪霊や自然の脅威は彼らにとってリアルな恐怖なんですよ。リアルな恐怖だからこそ厳格な儀式が必要なんですね。ええ、最強の用心棒を入り口に立たせて絶対的な安全を確保しないと、怖くて熱狂なんてできないんです。いやー、なるほど。深い信仰心があの爆発的なエネルギーを解放するための安全装置になっているんですね。最強のバウンサーがいるからこそ安全に羽を伸ばせるんだ。そうなんですよ。だからこそこの厳格な儀式が祭りの一番最初に、しかも日の出前に行われなければならないんです。その儀式が終わった後の午前6時には僧侶への卓罰が行われます。私が現地の様子を見ていて一番引きつけられたのは、宿泊先で振る舞われる朝直の光景なんです。豚肉と椎茸がたっぷり入った巨大な鍋のジョーク、つまり台風のおかゆが湯気を立てている。冷えた早朝の空気の中で忠誠と祈りの後に食べる熱々のおかゆですよ。それはたまらないですね。想像するだけで五感が刺激されませんか？素晴らしい描写ですね。冷たい空気と温かい食事、そして神聖な静寂、そして心身の安全とエネルギーが満たされた後、祭りは一気にカラフルな熱狂へと姿を変えていくわけです。はい、ここからはもう色彩の大爆発です。ピーター・コーンのメインともいえる仮面コンテストについてお話ししましょう。この仮面、ただの適当なお土産じゃないんですよ。かなり手が込んでいますよね。コンテストでは学生が手作りした美しい黒いラーフの仮面が見事優勝していました。ラーフというのは日食や月食を起こす神様ですね。学生が優勝するというのは非常に象徴的だと思いますよ。高価なプロの芸術作品ではなくて、地元の若者たちの手作りによってこの文化がしっかりと受け継がれ更新されている証拠ですからね。更新されているといえば、伝統的なデザインだけじゃないのが本当に面白いんです。ピンク色のポップな仮面があったり、白雪姫のデザインがあったり、この伝統とポップカルチャーのカオスなごちゃ混ぜ感、最高じゃないですか？そうですよね。伝統的な儀式に白雪姫やキャラクターが登場するなんて不謹慎だと思う人もいるかもしれません。ちょっとふざけているのかなって思っちゃう人もいそうです。でもこの仮面の多様性こそがダンサイの精神の象徴なんですよ。彼らにとって精霊信仰は過去の遺物ではなくて今を生きているものなんです。だからこそ現代のポップカルチャーも柔軟に取り込んで、自分たちの創造性のエネルギーとして表現してしまうんですね。型にはまっていないからこそあんなに生き生きとしているんですね。ちなみに10バーツのミニ仮面や350バーツの吊り下げ用のお土産なんかもあって、街中が文字通り仮面だらけになります。そしてもう一つ絶対に見逃してはいけないのが、ピーター・コーン・ヤイと呼ばれる巨大な精霊の存在です。彼らは男性と女性のペアで作られているんですが、そのシンボリズムは非常に直接的です。あ、そこです。私も現地の資料を見ていて思わず二度見してしまったんですよ。この巨大な精霊、聖気がはっきりとかなりリアルに作られているんですよね。これってタイの仏教的なお祭りの中で少し恥ずかしいというかスキャンダラスだとは思われないんですか？現代の都市的な感覚とか西洋的なモラルからするとギョッとするのは当然ですよね。でも少し冷静に彼らの文脈を見てみましょう。ダンサー医のような農耕社会において性的なシンボルは決してふざけているわけでも卑猥なジョークでもないんです。というと？それは豊穣の絶対的な象徴なんですよ。豊穣、つまり作物が豊かに実り命が続いていくことですね。その通りです。人間が子孫を残す生命力と大地が作物の生み出す生命力は彼らの世界観の中で完全にリンクしているんです。だからこそそれを隠すどころか堂々と掲げることは、大いなる自然の恵みと生命の連続性を称える非常に神聖で力強い祈りの形なんですよ。なるほど。
文脈を知ると見え方が180度変わりますね。いやらしいものではなく、生きる力そのものなんだ。これを聞いているあなたも想像してみてください。色鮮やかな仮面をかぶり、背中に結びつけられたベルが歩くたびにクンキンクンキンと軽快になる音を。もしあなたなら自分の内なる生命力を爆発させてどんなデザインの仮面を作りますか？きっとその人が心の中に秘めているエネルギーがそのまま仮面の形になるんでしょうね。さて、個人レベルの仮面の熱狂から祭り全体のエネルギーが最高潮に達する2日目の巨大パレードへと視点を移しましょう。2日目は当時のアヌティン副首相兼内務大臣が開会を宣言するほどの国家規模のイベントになります。この2日目の核となるのがチャオ・ポークアンという地域の精神的指導者のうちからベサンタラ王子を町へ迎え入れる儀式です。ベサンタラ王子というのはどのような存在なんですか？釈迦の前世の姿の一つで、究極の伏せ、つまり見返りを求めない施しを行ったことで知られている非常に重要な存在ですね。ここでまたものすごく興味深いルールが登場するんです。パレード中、仏よけの護符、つまりお守りを絶対に落としてはならないという厳格な掟があります。そしてあんなに熱狂してかぶっていたピーター・コーンの仮面を人々はこの儀式の時だけは外して参加するんです。このオンとオフの切り替え、すごくないですか？見事ですよね。先ほど仏教の儀式とポップカルチャーが混ざり合っていると言いましたが、決して無秩序なわけではないんですよ。しっかりとした線引きがあるんですね。仏教的な教えに対する深い敬意が中心にあり、その周りに土着の精霊信仰がある。この明確なヒエラルキーと切り替えができることこそタイの信仰文化の不甲斐のなさだと思います。そしてもう一つのハイライトが雨乞いの儀式です。空に打ち上がる風車、タライや火の玉などの手作りロケットですね。はい、パイヤーテンと呼ばれる天の神へ雨を請うためにロケットを打ち上げるんですが、これは単なる花火大会じゃありません。ロケットがどれだけ高く上がるか、どんな軌道を描くかで祈りが通じたか、つまり今年の農作物が豐作になるかどうかを占うんです。うわー、それはものすごいプレッシャーですね。ただのお祭り騒ぎじゃなくて、コミュニティの生存とか食料確保に直結するシビアな賭けじゃないですか。その通りです。自然という人間には絶対にコントロールできない巨大な力に対して自分たちの祈りを文字通り打ち上げるわけです。自然への恐怖と畏敬の念が入り混じった非常にダイナミックな対話だと言えます。ここからが本当に面白いところなんですが、私が一番驚いたのはそのパレードの最中の出来事なんです。現地の映像を見ると儀式の最中にものすごい大雨が降ってくるんですよ。でも信じられないことに誰一人として踊りをやめないんです。雨乞いの儀式の最中に本当に大雨が降る農耕社会の人々にとってこれ以上ない天からの祝福ですからね。踊りをやめるどころか喜びが爆発したはずですよ。まさに狂気乱舞です。指導者であるチャオポ・クアンがロケットの上に座って群衆に向かってコインやビンロをばらまくんです。みんな泥だらけになりながらそれを拾って雨の中で踊り狂う。会場ではストロベリーバスの香りというスパイシーで他にないほど炭酸が効いたエナジードリンクが無料で配られていて、熱気は最高潮です。ストロベリーバスの香りですか？名前のインパクトもすごいですが、エネルギーの補給方法まで強烈ですね。そして極めつけは参加者たちのエネルギーです。私が一番心を打たれたのは70歳のおばあちゃんなんです。彼女、私はココナッツウォーターしか飲まないのよと言いながら、なんと20歳の女の子みたいに全力でバウンスして踊り続けているんです。恐るべきおばあちゃんエネルギーですよ。いやー、最高ですね。年齢や社会的立場といった日常の枠組みが仮面と雨と祭りの熱狂の中で完全に溶け落ちている証拠ですよ。さらに毎年この祭りを訪れてすっかり太鼓まで話せるようになった80歳の日本人陽子おばあちゃんのエピソードもありました。国境も年齢も関係ない、ただ純粋な生命力だけがそこで爆発しているんです。これまでの話をつなぎ合わせると、この祭りがなぜ世界で唯一無二なのかが見えてきますね。はい、どうまとめられますか？ピーター・コーンサイムリは単なる奇抜な仮想イベントではありません。暗闇の銃声から始まる厳格な仏教の信仰、自然への切実な祈りである雨乞い、そして何よりダンサイというコミュニティが持つ爆発的な生命力が見事に統合された奇跡的な空間なんですね。秩序とカオスが完璧なバランスで共存しているんですね。現代社会に生きる私たちはどうしても日々の効率や絶え間ない情報の波に飲まれがちです。
自分が心の底から周りの目も気にせずにエネルギーを解放する瞬間なんてなかなかないですよね。そうですね。すべてが予測可能で安全に管理された現代の都市生活では、あのような原始的な熱狂を感じることはますます難しくなっています。だからこそ世界中から人々があの熱気を求めて集まるのでしょう。そこでリスナーのあなたに問いかけたいと思います。もしあなた自身のコミュニティの精神やあなたにとっての生命力を表現するための仮面を作るとしたら、一体どんな顔にしますか？そして全てを覆い隠す土砂降りの雨の中で周りの目なんて一切気にせず、あの70歳のおばあちゃんのように全力で踊り狂うことができますか？たまにはあなたの中のピーター・コーンを解き放ってみるのもいいかもしれませんね。ではまた次回お会いしましょう。Thank you for listening today. Tune in next week. Tune in next week. Bye bye. Bye bye.